末田一馬さん、当時12歳。末田さんは広島県立商業学校の1年生でした。末田さんは爆心地から 1.5 キロの南町で被爆しました。出生地はですね、今安芸区いう広島市の安芸区になってますけども、当時は安芸郡船越町というところで、尋常高等小学校、船越市の尋常高等小学校を卒業して、広島県立商業学校ということで、そこの中学1年生に、入学した年ですね。その年の8月に被爆をしたわけですが、当時そうですね、学校へ行きましてもほとんどその授業いうか教科書を広げてのね授業いうのはほとんどございませんでした。もう毎日、飛行機も飛んできておりましたけども、私たちは建物疎開という学徒動員でね、先生の引率のもとに、昭和町言いまして、肘山橋を挟んだ対岸の方へ行きましてね、で建物疎開の作業に従事しとったわけですが、当日もその予定で校庭へ並んで先生の朝のそうですね、打ち合わせが済んで出てこられるのを待っとったわけですね。ところがその運動場へ並んでおる姿勢のまんまで、警戒警報解除になった後にですね、飛行機が飛んできたわけですね。落下傘についたものを投下しました。今日も落とした言って見よったんですがね、ところがそのものの2、3分経った頃じゃないかと思いますけども、ピカーッと光りましてね、見よったんですから、まともにその光を目で受け止めたような格好になったと思いますね。で、その光った光いうのがただ電気の光と違いましてね、青やら赤やら黄やら花火がバーンと開いた時のような形で目へ飛び込んできたような感じがいたしましたね。でその周囲おられた言いますか、その市街の方へおられた人は音がしたいうことですが、ピカッと光ると同時にドーンという音がしたということですがね、私ども音は全然記憶にないんです。ただ光って真っ暗になった記憶だけですね。時間は定かでありませんけども、霧が晴れるようにね、目の前の方が少し明るくなってきました。明るくなってきたといっても、もうもうと埃が立つ中で、その目の前にあった校舎、それから運動場の周りに大きなイチョウの木が何十本よってずっと大手沿いに、立っておったんですけどもね、そういうのが全部ひっくり返ってるんですね。自分のことは見えんもんですから、同級生のその姿を見てね、その帽子をかぶっとった関係で、被爆後にはその帽子は飛んでおるんですが、形がですね、この帽子をかぶっとったとこだけ髪の毛が残ってね、そこから下は反ったようにつるっとなくなってるんですね、焼けて。友達の心配をする中で「あんたもそうなっとるんじゃ」言われて初めて自分の姿を見るようなことでしたね。ところがその着ておる、先ほども話したように縫い目しか残ってないと。それからなんか物をペタッと貼り付けたようなね、その気がついた時には感覚がありましたが、
もののそうですね、気がついてものの23分のうちじゃないかと思いますが、今度は息をするんが苦しいぐらい暑いのと、それから体に痛みが出てきだしました。ヒリ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 しましてね、当時のことですから、家へ帰って治療をする言いましてもね、薬いうものがないんですからね、その天花布いう子供に塗るシッカロールですね、今の天花布ですね、それを天ぷら油で溶きましてね、丼の中へ入れて、かき混ぜてドロドロにしたものをその体中へベタベタ筆で塗られましてね、その上へシーツのようなものをこう引き裂いたものを襲うのが治療ですね。でそれをあくる日あたりは本格的にやってくれました。ところがやはり天花布と油で練ったものではございますけども、熱があるのと乾燥するんでね、あくる日それを張り替えようとするんですね。とにかく死ぬる思い言いますかね、張り替えるのにバリバリたげ皮が一緒に皆ついて剥がれるんですね。そういうような内容での治療、お医者さんが来てやるわけじゃないですよ。自宅の親兄弟みんなが手を足を押さえつけといてこうやってくれたんですが、夜が明けるんがまた痛い思いをせにゃならん、張り替えられるいう痛さの不安と両方とで夜が明けるのが億劫なぐらいね、怖いぐらいの気持ちだったですね。そういうのがかなりな期間続いたわけですね。それを我慢して張り替えもせずに放置せられた被災者の人あたりはうじが湧いてね、かなりな辛い思いをされたようですね。栄養出張と療法で傷の治りも悪かったんじゃろう思うんですね。だから傷そのものがある程度癒えるといいますか、治るのがね3ヶ月ぐらいは生身のような赤みが出たまんまの状態が続いたように記憶してますね。で、そういう傷がやっと治る頃にもうかなりな引きつり言いますかね、腕やなんかもこう曲げたまんまで伸ばそうにも伸ばない、やけどの皮がこう引きつったまんまで治ったもんですから、こうなったまんまであったですね、手やなんかでも。それから首やなんかもいまだにこ引きつりの筋がありますけどもね、こっち向いたりしたらここを引っ張るでしょいうような当時はまだこうなったまんま声引きつってね、外へ出るのも恥ずかしいような治り方ではございましたけども、二度とああいう爆弾を使うようなことは起こさないような、やはり、現在の若い人たちがしっかりとした気持ちでね、平和な国を作ってほしいと。末田一馬さんの被爆証言でした。